始まりました R ズトークトーク MBTA を実践する放送局 MC の R です。よろしくお願いします。このチャンネルでは本を読んで独学で MBTA を暮らしに役立てるのが趣味の R が MBTA について思ったことなどをお話ししています。今回から新たなシリーズを始めます。枠を超えて常識をアップデート。洞窟を越えた先は MBTA という宇宙だったシリーズ。MBTA のタイプってそもそも何？ MBTA って視野を広げる手伝いをしてくれる便利なものだなと感じているんですよ。そんな基本的な考え方から着想を得て MBTA のどんなところが宇宙だと感じるのか改めてお話ししてみようと思います。今回はそもそも MBTA のタイプって何？というお話です。MBTA には16個のタイプがあって全員を分類できるとか生まれながらにタイプが決まっていると言われてしまうとどうしてもレッテル貼りの道具なんでしょとか枠にはめられたくないという思いがまず出てくるのが自然だなと思います。僕も15年前に生まれて初めてユングのタイプ論という分類があることを知った時思ったことはこんなもんで人が分類できるかよでした。そうなんです。MBTA はそもそも人一人一人の詳細な個性まで分類するツールではないんですよね。もっと言えば、とある特定の場面の決まった行動を予測したりするためのツールでもないし、逆に特定の具体的な行動一つからタイプが特定できるツールでもないんですよね。じゃあ何なのか。そもそもは外界に見える行動の一つ一つを分類するものではなく、その人の内側で行われている情報を処理するプロセスの差について改めて考えるためのツールのようなものなんです。だから結果として外に現れる行動などにどこかしら統一感が感じられたりもする。だけど一番は内面で処理する過程に共通する部分がある人たちが同じタイプになる。そういう分類になってるんですよね。だから MBTA がどんなものとしてイメージできるかというと、一番は自己理解のための手すりになるイメージ。手すりがなくても進めることはあるけど、手すりがあった方が進みやすいこともあるというイメージです。そして周囲の人のことを考えるときは、自分の中には自然には起こらない流れの中にいる他者を理解しようとするときに、こういう流れ方があるらしいというヒントをもらえるような、行ったことがない海の海図を見ているようなイメージが MBTA ということなんですよね。だからレッテルにあたる札は基本的にそもそも存在しないし、押し込めるための枠も本当は用意されていないんです。ただ人間なら誰でも持っている投影という心の作用によって自分の心の中にあるものを外側に映し出してしまう。自分の外側にある事実ではなく自分の中にある真実を映し出しているということなんですけど、これが誰にでも常に起こっていることなんだそうです。本の中でも投影なしには生きられないとまで書いてあります。この投影という作用と向き合いながら MBTI という自分の外側から与えられた情報に身を沈めていくのが僕にとってはこの数年の楽しみなんですよね。そうして枠や洞窟のような制限のある顔をした MBTI の入り口をくぐり抜けた先には宇宙が広がっていた。そんな感覚があります。そうやって MBTI を知ることで自分の内側という暗闇に手すりができたような感覚になれたり、他者と関わって右も左もわからないような大海原に生きてしまった気分になった時に海図を差し出されたような気がしたりする。そうやって MBTI を使えたら非常に便利だと僕は感じています。そんな感じで MBTI を知ることは洞窟に潜り込む感覚になったこともあるけど、そこを越えたら宇宙が広がっていた。そんな僕の楽しみをこのシリーズを通してお話ししていこうと思います。次回は MBTI の各指標が結局何を指しているものなのかについてお話ししようと思いますし、
その次の回では MBTI のタイプはどう決まるのかについても予定していますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。